私がなんかその1年っていうところで気になってるのは、今までの災害の1年目は日本中がその日になるんですよ。でもこの能登半島地震1月1日ならない。日本中の方たちの皆さんのお正月だったのになっていうところがあって、どうして1日だったんだろうっていう、忘れてほしくないっていうか、絶対復興する。冷たい雨が降りしきる12月、能登半島珠洲市。今日は家電と棚を配布するっていう、この雪の降る前に仮設に入られた皆さんがせめて暖房器具がちゃんとあるっていう状態にしないと、本当地震でもこの地震のこの地割れというか、ね、これもひどい上にこれは豪雨なので、大谷小中学校は、今の時点で、小中学校として子どもたちの学校と避難所で、避難所は一応年内にクローズをすることにはなってはいるけれど、ユニクロの、ヒートテックが届いたので、皆さんにこの冬に備えて、この冬に備えて来てくださいって、もうちょっと早くよかったいえ寒いからね。すいません。ごめんなさい。ありがとうございました。次の103に行きましょう。はい。おはようございます。お宅です。ウィングです。お待たせしました。家電が届きまして、結構私たちも今家電支援であるとかしてるんですけど、どうしても今ここ珠洲ってやっぱり買い物できるところが限られていて、棚とかもなかなか手に入れることができない方々がいらっしゃるので、棚もお配りをして、家電とかが上下に送れるようにっていう風な形で今支援をしています。使いやすいかな。すみません。よかった。5分ぐらいかかりました。組み立ててあげないと、お年寄りとか自分でやりますとかって言っても気づくとそのまま残ってるっていう、結局できなくて。申し訳ない。私持ってきましょうか。大丈夫。いいですか。水がまだ出てないところがまだ350個ぐらいかなあって、結局1年経つけど電気も水も来てない、そんな中で1年迎える人がいる。でかと思うと解体も進んで家を建てている人もいる。差がどんどん開いてきている。でそこがすごい余計ストレスになって、今一番どっちかっていうと気持ち的には辛い。何がって言われると、そうそれなりにやらなきゃいけないことは進んでて、例えば仮設ができるであるとか、変な話、生活ってことを考えると、少なくとも内浦は基本的にはその珠洲の中でお買い物ができるっていう形になってはいる。白身魚のフライ、アジフライけれども、多分そのお買い物ができるとかっていうことは、多分珠洲に住まわれている方々にとっては実はそんなに重要なことじゃないのかもしれない。もうすごい具体的に言ってしまうと、例えば今水も電気もないけれどもやっぱり自宅にいたい、そうね、でもその中で本当に楽しそうにお一人暮らしだけど白菜50個ぐらい並べてそう今日いっぱいできたよって言っていくと分けてくれるっていう、本当にある意味で貨幣経済じゃないところのつながりであるとか生活があって、人から見たらこの状況においてそういう選択ってわがままって見えちゃうのかもしれない。でもこの災害がなかったら別にそれができていて、普通にできていたことが今回の地震と豪雨で崩されてしまってる。それにこの1年っていうのが重なって、またこの1月1日何かあるんじゃないかっていう不安だから、誰かといたいっていう
この取り残され感を感じてしまう、孤独感を感じてしまう、少なくとも精神的にその孤独にならない、なんかそういうのが大切かなって、まあ当時本当にどうなるかと思ったけども橋本さんがおいでるたんびに「大丈夫やよ」って言ってくれてたから本当に安心してありがとうございます。いやまさしく1月1日に発災して、当初は本当に1秒でも早く1人でも多くということを考える、言うなれば救助救援っていうところに焦点を置いて医療を中心とした活動で、そこから一人も取り残さない支援ということを考えて、避難所、在宅、仮設にね入られた方々を、一言で言ってしまえば見守りなのかもしれないけども、お一人一人と一緒に歩んでいくような支援、そして皆さんが一人ではないんだよっていうことを知ってもらうための、新しいコミュニティ作りだったりっていうところをやってきたかなと思ってます。ただ、やっぱり豪雨が本当に皆さんの気持ちを折ってしまってっていうところがある中で、もう一度この年末に向けて取り残しのないように皆さんが本当に一人じゃないっていう思いを持って新年を迎えられるようにっていうふうには考えています。これは能登の雑煮、これ能登の雑煮。なんか避難所に年末ってこともあってお餅つきしたりとか、こういうイベントを企画して、なかなかこういうのって避難所の人数も減ってきてたので、そういう意味ではね、この地域の人も集まって、ちょっと楽しい時間過ごさせてもらってます。今年のお正月、日本中の方たちの皆さんのお正月だったのになっていうところがあって、どうぞ皆さんやり直してくださいっていうなんかそういった意味で1月1日に、思い出してくださいとは言わないけれども、もしお時間があれば見に来ていただきたいっていうか、どっかで忘れずにいていただきたいなっていうのと、忘れてほしくないっていうか、絶対復興する、大丈夫大丈夫っていう笑顔っていうか、笑顔を機に来ていただければっていうのがすごい思ってる。来年で、もちろんこの見守りっていうのを続けていきながら、やはりこの地元の人たち維持できるようなサポートなので、私たちが進めていくというよりも、地元の団体だったり地元の方々の活動をサポートしていく体制っていうのを築いていきたいなっていうふうには考えています。こうやって集まってね、話するのが一番元気のもと、そしたらね、今年はこの会はね、今日で終わりやけど、また来年新しい年、またいい顔して、またね楽しいお話聞かせてください。はい、元気で過ごしてくださいね。